皆さんこんにちは、天音理香です。今ですね、東京は銀座のホテルにいます。今日はなぜここにいるのかというと、昨日一昨日とワークショップを銀座の、会議室でしていました。前日はチャネリングの講座です。チャネリングの仕方を、ライトランゲージっていうカード、私が作ったやつですけれども、これを通して、伝えるっていう、やり方を、勉強していくっていう講座で、その前の日はトークライブって言って、公開チャンネルなんですけれども、皆さんの個人メッセージももちろん、そちらから質問していただいたものをどんどん、チャネリングしていくっていう会を、全国でやってるんですけれども、それの東京バージョンをやっていました。で、今日はですね、その中でも質問に出てたんだけれども、自分自身の状態を変えていくのに、意識を変更してしまう、要するに自分の内なる世界が外側に投影されているので、それについてちょっとお話したいなというふうに思います。なので、スピリチュアル系の学びをされている方にとってはもう当然かもしれませんけれども、この世界は自分自身が作り出しています。なので、この世界自体を変えることが可能です。それにとって、一番最初に必要なことっていうのが、この世界を作り出している要素が自分自身の内側のどの部分なのかっていうところに気づいていくことです。ただしこの気づきっていうものをすること自体が、少しねハイレベルですよっていうふうに言っています。About Prakadi、どういうことかというと、私たちの意識っていうのは、100% の意識があったとして、自分で理解できる潜在意識と言われているものっていうのは本当に 5% とかね 3% とか、もっと少なく言う人もいますけれども、本当に氷山の一角みたいなところで自分を、見ているし判断しているっていうことなんだよね。だから分かる範囲っていうのはものすごい実は少ない、そしてそれ以上にその無意識の部分、潜在意識とか、主語意識とかね、全体の意識につながっていく部分もあると思うんだけれども、そういうところの分量の方が多くって、この見えない状態になっている自分の意識の中に皆さんの、信念、思い込み、トラウマ、ルール、みたいなものがもう完全に入ってます。だから、パソコンでもほらOS 入れ替えたら勝手に、そのシステムの状態とか動き方って変わると思うんだけれども、それと同じように皆さんの OS、要するにオペレーションシステムが、標準装備されていて、それは基本的には一番最初ね7歳までに出来上がるっていうふうに言われています。そこからその本当にだから一番下のね設定の部分を変えていくことってすごく難しくって、だからそれが自分にとっての常識みたいな形で働いてるんですよ。なので、たくさんの人たちがいるんだけれども、それぞれが自分の価値観で動いていて、みんな同じだっていうふうに思い込んでるっていう理由は、その最初に設定したものっていうのを、自分自身が忘れてしまっている、それが当たり前という普通でしょっていう感じになってるっていうところが、一番の、現状を変えられないというところに、問題点です。はい。なので、そこに気づいていくことっていうのをしていきましょうっていうことがまず一つです。トラケディ、その気づき方ですけれども、現実世界を見ればわかるって、要するに、うまくいっていない現実っていうのをもしあなたが今体験しているんだとしたら、それは何がしかの不具合が起こってるよっていうこと。だからそれに対して一喜一憂する必要もないし、それを起こした自分や他者に対して責めたり、なんでこんなことが起こるんだって怒ったりとかね、そういったことをするっていうところはちょっと置いといていただいて、そうじゃなくって、何が自分の中のどの OS が働いてこの現象を作ってるんだろうっていうことを客観的に捉えることができると、改善の余地が出てきますっていうことですね。嫌なんですよねこの現実がっていうところにまず気づいて、変えることができるんだっていうことにもう一つ気づいて、その中でどこが不具合を起こしているのかっていうところを自分に問いかけていきましょうっていうことです。だから要するに潜在化してしまったものっていうのは普段わからないんだけれども、その、ヒントとして、現実っていうものが現れているので、その現実の出来事を通して自分自身の深い意識を知ることができます。はい。アマウトプラカディ、自分は、そうですね、体が弱いとか、
いうことを、インプットしているのであれば、それに見合った現実が引き起こされるので、いつも何かするとお腹が痛くなったり、体が弱いからすぐ弱ってしまったりみたいなことが起こるんだけれども、もしかしたら意識を変えればそれさえも変えてしまえる可能性があるよっていうことです。で、ベーシプラコーシパカデテエミキューシパカランテウェケディ、それくらい意識の力とこのバーチャルリアリティである現実っていうものは、綿密にもうものすごく密着していて、なので外側に手を出して外の世界を変えようとするよりは、自分自身の内部情報に気づいて、そこを書き換えるとか入れ替えるっていうことをしてしまうっていうことをお勧めします。ではどんなふうにできるのかっていうことなんだけれども、まずね、不具合が起きた現実っていうのが起きたら、そこで立ち止まってくださいっていうことです。一回止まってください。そして、目を閉じてみてください。その状態になった時、自分の中に溢れてくる感情とか体の感覚っていうのがどういう感じなのかっていうことをまず観察する。もし怒りの感情というのがバーって動いていたり、不愉快な体の状態というふうになってるんだとしたら、それはあなたに記憶された意識から、体が反応して何らかの、ホルモンとかね、そういう、怒りを感じるとか、力がもう抜けてしまうとか、そういった状態を作り出している何かがあるはずだっていうことです。だからそこが自動操縦になっちゃうんですよね。その外の出来事をきっかけにして体が勝手に反応する。だから何も考えてなくてもそういう状態になってしまうっていうパターンですねが起こってるよっていうことです。その嫌な気持ちっていうのをもし感じたんだとしたら、この感覚があなたにとってこれからも必要なのかっていうところを自分に問いかけてみてください。要するにその物質を出してしまっているのはあなた自身の肉体であり、デベシパカディもう決められたルートをたどっているパターンであり、それをすることによって自分自身を苦しめるという状況においてその感情を味わうみたいなね、そういったことをいい悪いではなくしてしまっている状態にあるんだっていうことが一つの問題です。メイティバケディなので、そこで気づいて、もうこんな状況、こんな、味ですね、そういう、ホルモンや物質を自分に味わわせることが嫌だと思うっていうことがすごく大切。だったら自分をもっと心地いい体の状態や心の状態にしてあげようと自分が思うということが大切。今まではね、変えられないから人のせいとかね、自分のせいとかにしてたんだけれども、変えられるからこそもうこれはやめましょうという選択ができるっていうことです。で、その怒りを感じるという状態において自分が苦しむという体の状態を作ることを、許可しないということにおいて自分を大切にするっていう状況ができるよっていうことです。だから常に自分をハッピーな状況とか、幸せホルモンを出すような状況に変えていくことができるんだよっていうことです。で、そのために必要なのがさっき言った一回立ち止まってその嫌な感情を味わって、どんなに自分が嫌な思いを自分にさせているのか、その相手じゃないんだよね。自分のその細胞レベルで組み上げられたシステムによって物質が出て、それで毒を自分が吸ってるみたいな状況になってるんだっていうことに気づくっていうことです。だからすごく客観的なんだよね。感情的じゃない状態です。そしてバウトプランチパカオシパケでシミティシウムのほかで、この現状において、それを選択した時にネメオシパケで、嫉妬の感情とか相手への怒りというものと、自分が心地よくあるっていうものを天秤にかけてどっちを選ぶのかっていうことです。だからこっち側をまだ選びたいのであれば選び続けてみてももちろんいいと思うし、でももうこういう出来事に対してね、私がこんなに嫌な思いを体にさせる必要があるのかどうかって考えた時に、もう必要ないですよねって思ったら、この感情自体を選択しない、こっち側を選択するっていうことをしていけばいいんだと思います。そしてこれを選択するためにできることっていうのは、気を紛らわせるっていうことではなく、もうこれをやめようと決めるだけですごい変わるんですけれども、これがうまくいくとね、その基本 OS の書き換えが行われてしまうので、いつの場合にも、嫉妬心とかね、今捨てたものですよ、嫉妬心とか怒りとかを感じない自分に変わることができるんですよ。これで OS の書き換えが OK、潜在意識がきれいになったっていう状況になるので、
なんでしょうね、その出来事に対して自分をコントロールする必要がない、基本 OS が変更されているので、自分の人格や性格さえも変わっていくっていうことが起こりますよっていうことです。そして、極論を言ってしまえば、今ある自分っていうもの、皆さん自分はこういう人だって定義づけてると思うんだけれども、それさえも幻想だっていうことに気づいてくださいっていうことです。要するに、私は真面目で暗いですっていう基本設定さえも変更して違う自分を、生き直すことができるっていうことなんだよっていうことです。その選択を自分でしてくださいっていうことです。で、実際にねそれをしていったとしても、その後もねいろんなパターンで、現実に起きてくると思います。だから全部この1回で終わったんだなじゃなくって、この現実が出るっていうことはもう1回チャンスが来たなみたいな感じです。伸びしろがあるっていうことなので、ここを上手に、やっていく、どっちを選択するのかっていうことで、自分の選択したいものを選択して味合わせてあげる、自分をハッピーにしてあげる、自分を大切にする選択をしてあげるっていうことをしていくことによって、どんどん自分の中の潜在意識の中の傷っていうものが癒えていくんですよ。だからこれ本当とか思わないでやってみてください。そうすると人間って本当に手放すとか忘れるっていう機能がついてるので、深く考えなくても幸せになることっていうのは可能だと思います。そうだから握りしめればしめるほどそれはしっかりと自分の中に執着として残るので、そのエネルギーはいつまでもいつまでも回転し続けるんだよね。で、逆に言うと忘れたくないからこそそれを握りしめてるっていう現象を起こしてる人たちも多分たくさんいると思います。私もやってたしね。なんだけれども、その領域にいると本当のね、生の幸福体験、アバンダンスの体験っていうのはできなくなってしまうので、この短い命の中で、その苦しみを味わうために生まれてきたのか、もしくは、この領域を、ちょっとね忸怩たる思いを持ったままであっても捨てるというか、捨てる言い方が難しい、なんだけれども選択しないという決断を自分で選ぶっていうことをした時に味わえる世界があるんですよ。その世界に行ってほしいなっていうふうに思います。そこがね、私たち高次元の人たちがいる世界ですよっていうふうに言ってます。だから基本的に今、苦しみを持っている、あなたたちの世界と私たちのいる世界っていうものは根本的に違うっていうことです。だから説明さえもできないし、皆さんに納得してもらうような要素っていうのは実はないんだけれども、でもエネルギー的に感じることはできると思いますって、それがジョイです。ジョイ、喜び、自分を忘れるような喜びの時間に皆さんもいることっていうのあると思いますが、あの領域が私たちにとってのニュートラルなポジションです。はい、ということで、今日はですね、現実設定の変え方かなについてお話をしてみました。わかりますかね。なんかね、もっとね複雑にいろんなことがあるんだけれども、長くなるのでここで今日は終わりにしたいと思います。そしてここ余談ですけれども、私今ねどんなことをやってるのかっていうと、私今日東京にいますけれども、これから千葉とかに行って友達と、本質の自分と、そして、宇宙意識ともっと深くつながるっていうことを、個人的な友達とのねリトリートをしながらやっていこうと思います。で、そういうふうに決めたらやっぱりね物事が動きます。だから皆さんまずね意図することっていうのがとても大切で、意図した時にどうしたらいいのかとかそういうとこはいらないので、もう宇宙のルートユニバーサルフローに乗っていると勝手に起こります、シンクロが。っていう感じで、その後ねエジプトに飛びます。はい、エジプトからヒーリングするので、よかったらね概要欄にあるので申し込んでみてください。それをする。だからエジプトね、シナイ山とかも登るみたいなのですごい楽しみなんですけれども、12年ぶりちょうど一回りですねのエジプトっていうところを見てきます。だから間違いなく変わるんですけどね。っていうすごいねまた大きな局面にいて、でその後ねまた次の月にはインドに行ったり、11月の末にはハワイ島に行ったりっていう形で、昨日もね飛行機の添乗員さんみたいですねみたいなこと言われたけれども、自分でも大丈夫なのかなとか思いつつ、大丈夫だと思った瞬間に申し込むっていうことをしたりしています。で
まあね、天音の生き方みたいなのに憧れてくださってる方もたくさんいると思うんだけれども、そうだからこんなに大きく動かさなかったとしても状況はいくらでも細かく変えることができるので、細かいところからねどんどんやっていって、機会があったらどんどん掴んでいくっていうことをお勧めします。で、私がねなんでこんなことやってるのかっていうと、私アガスティアの葉っていう、インドのねアガスティアっていう聖者が書いた葉っぱを開いたことがあるんだけど、またそれについては詳しく話しますね。そこに私の天命として、見えない世界を学び、そこで理解したことを物質次元にいる人たちに伝えるっていうふうに書いてあるんですよ。だからアガスティアを開いたのは去年なので、それ以前からこの仕事をずっとやっていてっていうのは結局ねそことつながってるっていうことみたいなんだよね。でこうやってスピリチュアルな学びをしたいと思ってる人たちはやっぱり今世において、目覚めたいっていう希望をね持ってる人たちっていうのはすごくたくさんいると思うし、今一人が目覚めることによって次元がものすごく変わっていくので、それこそあなたにかかってるんですよ。っていうことを考えると、まず自分自身の状態を整えてあげるっていうことがものすごく大切なんだなっていうことが分かってくると思います。っていうことについて、いろいろとね、お話をしていけたらと思いますので、またよかったらチャンネル登録などしてください。そして聞きたいことがあればコメント欄等に書いていただければと思います。はい、ということで、15分ぐらい経ったのでこれで今日は終了したいと思います。いつも見てくださってありがとうございます。そしてトークライブ来てくださってありがとうございます。で、昨日ね実は知ってる人は知ってると思うけど、ドクターミナムっていうお医者様に会ったんだけれども、12月に久しぶりにワークショップやります。量子物理学的なやつです。で今病気の話しましたが、いつになるのかって思ってたんだけど、結構ね波動医療が来そうですよ。だから本当に今未来がすぐそこまで来てる、SF に書いてあったようなものが、今この瞬間に引き寄せられてきていて、それが結構早く来そうな感じっていうのを南とねお話してて思いました。ということで、12月の、多分ちょっと日付わかんないね、上旬になると思いますけれども、そちらのワークショップを、告知は多分ね12、11、12月だと10月ぐらいになると思うので、メルマガとか公式 LINE に登録しておいてください。はい、ということで今日は天野理香がお届けしました。またお会いしましょう。どうもありがとうございます。またね。いつも見てくださってありがとうございます。公式 LINE 登録よろしくお願いします。